こんにちは、おみそです。今日は、人物を写実的に描いてみたという動画でございます。赤ちゃんの時もそういうふうに言ったんですけど、僕の中ではちょっと納得ができなかったので、もう少し、バージョンを上げてみてというか頑張ってみました。この辺に出しておきましょうか。で、今日の道具はですね、これは、キャンソンのボード 3mm 厚じゃなくてワトソンのボードです。キャンソンより目がちょっと細かいかなと思います。ワトソンのボードの 3mm 厚のボードです。で、道具はラウニーの透明水彩でございます。透明水彩の固形のパンを使用しております。で、筆はこの辺ですね。いつものやつですね。このボコッとしたやつが案外使いやすくて、これ多分ネット通販でものすごい安かったんで、ちょっと会社名分かりませんでしたが、この辺を使っております。今日は、昔の東京時代の教え子の M 君おめでとう記念ということで、お子さんが最近生まれたということで、M 君のお話を中心に雑談を中心にしようと思います。動画としては前半はちょっと早送りで、ずっと見せますけども、第25回かなんかの人物の顔を描いてる今一番再生回数が多い動画とあんまり変わりません。で、後半の方はよりこう細かく描いている部分を実際のスピードでお届けしようと思います。楽しんでください。どうぞ。それでは、始めていきます。今日はですね、人物を写実的に写実風に描いていこうと思います。透明水彩で写実風というのも変やなと思いながら、やっぱりですねリアリティを持って描くには油絵の具が一番かなと思うんですけども、お手軽な道具をということもあるので、ちょっと今日は頑張って書き込んでみました。後半の方にちょっとこうゆっくりですね、実際にこのぐらいのスピードで書いてるんやでっていうのをお見せします。で、前半の方はこういった風に、早送りが中心になってしまいますが、確か25やったと思うんですけど、人物を描いてる動画とベースの作り方などが似ています。ほぼ同じです。ただこの僕も動画も4ヶ月近く撮ってきているので、技術的にまたちょっとずつ変わっているんですよね。面白いものですね。そして自分で言うのはなんですけど、上手になってきてるんですよ。この年になってもまだ上手になってるってね、面白いですよね。赤ちゃんの動画を上げてるんですが、その書き込みがちょっと自分の中で納得がいかなかったので、やっぱりもう一回やりたいなっていう気持ちの方が、強くなって、こういう動画を上げることにいたしました。なので、前半の方はですね、ぜひ、人物の顔を描いた動画をご参照ください。宅急便が来ましたね。こういう風にいただいて作っていきますね。で、今日はちょっと面白話というわけではございませんが、昔のちょっとお話もしていこうかなと思っております。昨日 SNS にですね、昔、可愛がっていた、今も東京で個展を僕がする際は来てくれる昔の教え子が、子供が生まれたということで SNS に上がっていたのでですね、ちょっとその M 君の話もしてみようかなと思います。ちなみにその M 君は僕実はクラスの担当を持ったことがなくて、なのになぜか、可愛がっていたという謎の現象がありました。浪人をしていた時ですね、彼が私は、予備校の水道端というところの先生をしておりました。可愛い学生ですよね。ちなみにそうだ、僕ホームページあるんですけど、ホームページ作ってくれてるのも M 君ですね。M 君が作ってくれております。残念なことに彼は東京芸大を目指して2浪したのかな、3浪目やったかな、ちょっと覚えてないですけどね、頑張って、もう本当に当時の受験っていうのは、今彼は40多分1とか2とかやと思うんですけどね、もう受験がもう大変で、申し訳ない、はっきり言うとあんまり勉強ができる子じゃなく、
私立もなかなか難しかったんで、やっぱり東京芸大っていう。ちなみに東京芸大っていうのは当時はあまりその学力センター試験は受けるんですが、背景の方も書き出しました。ちなみにこれは紅葉をしているもので、この絵自体は、道後温泉の船屋さんというところに、ございまして展示していただいているという、あれ390年前から続くということなんで、創業1630年とかそんなぐらいですか？ね、すごいですよね。すごいですね。関ヶ原が1600年ですからね。多分カラバッジョが生きている頃かな。まあ油絵があるんですけどね。でそのところに飾っていただいているんですが、非常に気に入っていて、ちょっと、逆パターンあまりないんですが、油絵を描いて、水彩も描きたくなった。大体水彩を描いた後に油絵を描くということが多いですが、ちょっと描きたくなったので、こちらを描いております。それで、M 君の話に戻りますと、それで、浪人をしてその後に玉美の方の夜間の方に行ったのかな、確か行ったんですね。その後も結構遊んでいましたね。でもう一人とその彼と仲良かった M 君というのがいてですね、この M 君と M 君2人ですね、過去にちょこっと話したことあるんですけども、東京芸術大学合格発表の日に、お酒を並べた事件というのをどこかの動画でお話していると思います。全部聞いてくれてる人ならあの話かと。10万円持っていったら7万円なくなって3万円だけ残っていたというお話ですね。あれの首謀者ですね。首謀者、もう悪ノリのチャンピオンというかですね、その悪ノリのチャンピオンの、ボス的な人が私かもしれません。あんまり武勇伝とか話すことじゃないなとは思うんですけども、面白いお話なので少ししますが、ある時に彼らが大学生で、なんかこうですね、僕がまたそそのかすんですね。大学生浪人生やったんかな、あれあんま記憶ないな。僕はその時奈良にまで自転車で帰ったというお話をしたことがあるんですけども、これね、目とかすごい慎重に書いてますね。細いやつ、これなんかネットで買ったんですよね。世界堂さんとかじゃなかったと思うんですよ。なんか面相筆とかって Amazon で入れたらこれ出てきて、10本で1000円とかそんなもんやったから、面白いと思って買ってみようと思って、買った筆が案外使いやすくて笑っちゃいました。で、ある時に自転車で奈良に帰ったお話をしたと思うんですけども、はい、パレットちゃんと洗いましょう。ラウニーさんのですかね、今回は使ってますが、でもちょっとこれラウニーの絵の具と言いつつも固形のパンなんで、なくなったら買い足していくんで、違う会社のが入ってることがよくあるんでですね、もう申し訳ないです。その辺はもうちょっと多めに見てくださいという感じですけど。で、自転車で帰ってきた話を彼らにしたら、僕らもやろうかなみたいな話になったんですね。それでですね、自転車とかどうするかっていう話になって、だいたい違法駐車をされている自転車とかが安く売ってたりすることが当時はあったんですね。で、一人の方の M 君の方のご実家というのが東北の方やったからですね、そっちの駅とかに行ったら多分あるでなんて僕がまた居酒屋で多分言うたんでしょうね。ワタミとかですね。昔はですね、20年ぐらい前はワタミというのが関西になくて、僕はある時に、高校の同級生の S 君ですね、 S 君というのが東京に遊びに来て、小木さんワタミって行ってみたいねんっていうことでですね、奈良から来たS 君を連れてワタミに行って、ワタミのお酒全種類飲んだことあるんですね。アホですね。そういう飲み方はしないでくださいね。23歳ぐらいの時かな。何話やったっけ。それで自転車をそういうところでもしかして安く買えるかもしれんからっていうことで、ワタミかなんかで多分言うてたんでしょうね、いつものようにね。でもそんなことはふと忘れていましてね、
でもうその当時というのは携帯電話っていうのが一応あったんで、2人とも携帯電話を持っていったそうなんですけども、携帯電話に出だしたぐらいかな。ただですね、ある時に僕家でぼーっとしてたら、おじさん、M 君、東北出身の M 君やったと思うんですけど、おじさん今どこどこにいますと、めっちゃきついですって言って、どういうことって言って、おじさん言ったじゃないですか、自転車でお前ら行ってこいって言って、なんか人生観変わるぞって言って、インドに行く金ないやろから行ってこいって言いましたよみたいなことを言うんですよね。全くそれが記憶なくて、何のこと言うてんのって言ったら、いや、おじさんに言われたじゃないですかって言うてですね、そうなんですね、東北から帰ってきてる道中で、彼らは電話してきましてね、びっくりしました。どういうことじゃって言って、そして僕も慌ててもう一人、Y 君という僕の先輩ですけども、Y 君と引き連れて、松戸柏方面へチャリンコで走りましたね。北の方へチャリンコで走って彼らを迎えに突っ走りました。そして、松戸あたりですかね、で彼らが帰ってくるのが見えましてね、そんな彼らと一緒にですねスーパー銭湯に行って、お前らまさか行ってたんかなんていうことがありましたね。懐かしいですね。もう今からまた20年近く前の話でございますけどもね、彼らはそれで自転車で帰ってきたと。僕が行った道というのは奈良の方に東京から行ったんですね。奈良の方に東京から自転車で6日間かけて行った。でそこはやっぱり東海道と呼ばれる道で、ある程度平坦なんですけども、東北の方っていうのはえげつないぐらい山でしたと言っていた言葉だけが印象に残っております。僕はゲラゲラ笑った記憶がありますが、そして私が住んでいる葛飾区の方まで帰ってきてお酒を飲んだような記憶がございます。そんな青春時代を彼らは過ごしていきました。月日は流れてですね、大人になっていきました。ウェブデザインみたいな仕事をしているので、ホームページを今回も作ってもらったりしてるんですけども、ちょっと病気にかかったりして、ちょっと子供とか難しいんかなとか僕も思ったりしていたんで、本当に今回ちょっとびっくりして驚きました。で月日は流れて、今から確か8年ぐらい前やと思うんですね。どっちかの個展で東京の日動画廊というところで今回5回目の個展をさせていただきます。9月にですね。別にこれも宣伝とかじゃなくですね、それの確か3回目の個展、4年に1回ぐらいのペースでやってるので、3回目の個展の時やったと思うんですけども、これ全く違うんですけども、あるまたそれも卒業生、それは僕が九州の大学、佐賀大学で教えている学生さんが東京の方の学校の先生になると、就職したということで、個展に来てくれて、でもなんていうか素敵な人が見つかりませんみたいな話をしていたんですね。おいで、なんか誰かおらんかなと、東京時代のウィス先生の知り合いとかいませんかっていうことで、もう脳みそをひねり出して一人イケメンがおるぞというのをふと思い出したわけですね。それが今の M 君ですね。銀座ライオンに行き、合コンってわけじゃないですね。僕全員知ってますからね。女の子もう一人も昔の教え子と M 君と私で4人で銀座ライオンで楽しく飲みまして、その後どうなったかっていうのはよく知らなかったんですけども、お付き合いすることになりましたという報告を受けて、おおよかったやんけと、いうのが今から多分8年ぐらい前ちゃうかな。その2年後ぐらいだと思います。ちょっと時間がずれてたら申し訳ないですけど、無事結婚することになりましたって我が家まで来て報告してくれました。おお、そうかなんていうことでですね、よかったなと。でちょっとやっぱり病気のこともあったりしたんで、心配はしておりましたが、やっぱりその彼女の方の熱心な看病によって分かりませんが回復して、今回そういうふうに、素敵な縁ができたということを本当に嬉しく思っています。おめでとうということで、今日はおめでとう M 君、E さんかな、
イーサン記念ということでございます。ここからはですね突然やねもう本当にこう最終盤のところですね。ここがめちゃくちゃ時間長いので、3時間ぐらいやっぱやってるので動画に撮ることができません。私の iPhone だとね3時間も撮るとストレージパンパンになってしまいますので、まずこうやって水だけをまず肌の部分に置きまして、水だけねちょっとだけこう水が吸い込むのをほんの少し待ってから切ってますよ。ちょこっと切ってますね。少し待ってからどれくらいかな。これ切ってないねこれね。すごい長いですね。どうしようか。これ実際のスピードで本当にこう考えたりですね、こんな辺にちょんちょんちょんとこう鼻の稜線のところにぼけるように絵の具を置いていくとね、カクッとエッジが強くなってしまったりすると良くないので、影の中をもうワントーン暗くしたいな。でもすごく慎重にいかなきゃいけないじゃないですか。こういうところにねちょんちょんちょんと置いていきながら深みをまず出していくような作業をこういう風にしておりますね。いいですね。なんかこういい動画っていうか綺麗ですね。自分で言うのなんですけどね。いや、なかなかコロナ禍で多分出産とかも大変やったんじゃないかな。ちょっとわかんないですけどね。病院とか今なかなかこう立ち会えないということをオードリーの春日さんがおっしゃってましたので、多分そういう状況やったのかなと思いますけども、ね、本当にこういう時に生まれた命っていうのはね、素晴らしいんじゃないかなと思います。ちょん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 と少しワントーン落としました。難しいですね。これはもう本当でも反射光、なるべくこう明るく描いた反射光を描きたいと思って、進めていきました。すごいですね。僕がキューピッドになったわけですね。この辺本当慎重にね、ペン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 。やりすぎたと思ったら拭き取ったりしますね。ティッシュで拭き取ると全部取れてしまうので、乾いた筆とかで、拭き取ることもしたりします。乾いた筆だと少しだけ取れたり、これをちょっとピッピッとほっぺたを赤くしてみたりとかですね。いつかあれですね、地雷メイクっていうのを書いてみたいですね。地雷メイクって何ですか？おじさんわからないです。私のYouTube のチャンネル登録者数半数近くが65歳以上ということで、お父様お母様に向けてお届けしております。若い人もいるかもしれませんがらしいです。寝落ちラジオを目指して頑張っております。なかなかコロナ禍でね、外出とかも難しいですし、無理をなさらない方がいいかと思います。ぴょん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 ってすごい慎重でしょ。もうこんなの延々と5時間ぐらいの動画なんか誰も見ませんもんね。こんな感じでちょっとつけすぎたと思って今後悔してるんですよ。これどないしょとかね。それで T シで撮ってます。鼻のラインの方がエッジが強くなってきたと。撮ってるとかね。こんな感じですね。ちまちま。やっぱりこうキャンソンボード3ミリ厚なんでやっぱりですね、しならないですんで、やっぱ書きやすいですよ。たまにこう水彩書いたんですって見せてくるんですけど、画用紙に書いてたりするとやっぱベコベコになりますから、そこはちょっとね頑張って髪の毛もぐっとちょっと暗めにワントーンツートーン落としてやろうということで、この動画のになる前までの段階が1時間ちょっとでした。編集するときつないでいけば分かるんですね。でここからこの段階で本当に2時間3時間ぐらいやってますもんね。ずっとやってました。今日も大雨ですね。夜中起きましたもん。佐賀は本当に7月25日2020年7月25日大雨で起きますもんね。今日1時半に起きました。うわ雷やってて、本当にですね、九州は本当多いんですね。そういうこう線状降水帯と呼ばれるやつですね。もう雷ゴロゴロと皆さん注意してください。こういうふうに少しずつ本当に優しく髪の毛とかを描いていきます。最後は、顔の部分を実はちまちまと描いていきます。ちまそんなの見えないだろうというぐらいの線を重ねていきます。なんか触るように描いていくというか、もうほとんど水とほんの少しの絵の具で描いていきます。
いろいろ僕もなんかこういろんな動画見てきたんですけども、こう写実系の透明水彩ってあんまなかったですね。少なかったので、ちょっとそういうのを上げてみたらいいかなと思いました。動画編集にするのやったら水彩が一番楽ですね。やっぱ寝かせて描けるというのがあるので、上から撮影すればいいわけですからね。チン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 って。で、ハーフトーンを増やしていくわけですね。ハーフトーン、中間色を増やしていくと複雑になってよりリアリティを持った作品になっていくので、ちょん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 という風に、描いていきます。もうこの辺ガリガリ慎重にやってます。ガリガリで、筋肉の方向とかを意識しながらやってるんですよ。これやみくもにやってるわけじゃないです。解剖学とかの本とかね、解剖学も学生時代に勉強多少しました。もうほとんど覚えてませんが、どうしてもですね、写真見ながら描いてしまうとこういうところっていうのがおろそかになってしまうので、少し勉強した人とそうじゃない人っていうのはもう一目瞭然で分かります。この人はもう写真にとらわれてしまっているというかですね、そうじゃなくてやっぱりこう絵の具を遊ぶであるとか、色を遊ぶであるとか、あとはこういう風なね、人間を描くときはそういう筋肉を意識するであるとか、絵画としてこうした方がいいんちゃうか、ああした方がいいんじゃないかっていう、操作みたいなのがやられてるかそうじゃないかっていうのは結構大事だと思います。こんな感じで、完成しました。今日は M 君、E さんおめでとう記念ということでお届けしました。また次回お会いしましょう。次は3色で描くワンちゃんということでございます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録とコメントいつもありがとうございます。ありがとうございました。M 君のとのお話でした。もう一人の M 君も出てくるかなと思いますけども、すごい、可愛がった後輩で、ございます。奥さんも私の教え子ということで、面白かったんじゃないかなと思います。次回は100円ショップのアクリル絵の具を使って、ダイソーさんのアクリル絵の具を使ってワンちゃんを描く動画パート2、まだ当然できてませんがをおそらく上げると思います。M 君、E さん、旧姓ですね、すみませんおめでとうございます。本当お体ご自愛ください。とにかく今は奥さんを大事にしてあげてくださいね。また会える日を楽しみにしてます。それではさようなら。